今回は最新版にして2025年でも活躍する初心者さんにおすすめキャラを紹介していくぜ。やっぱり 4.5 周年、新年で初心者さん復帰勢さんも増えただろうし、福袋ガチャ前なのですごく知りたいですよ。これはまず確保しておこうというキャラを厳選してきたので見ていってくれ。まずはじめに紹介する初心者さんおすすめキャラは腕河川ちゃんだぜ。河川、腕が泣くな、腕の一本安いものさ。この腕河川ちゃんは元フェスゲン最強にして現在型落ちしたことで誰でも速攻に入手可能になった初心者のためにあるようなキャラ。強さは現在もフェスゲン最強レベル。マジですか？まずこのキャラの壊れポイントがフェスゲンだったのにインコー1900という意味不明なほど高いステータス。いや、エピックでも1900超えはここ3ヶ月現れてないほど貴重な領域なのにフェスで超えてるの？さらに結果以上はインコーと相性がいい燃焼を扱っているのも他のフェスと比べて偉いところだな。やはり原作設定的からか、腕河川とレリック河川と非常に相性がいい性能になっているのもいいね。ちなみに原作設定の腕河川と河川の関係について知りたい方はレイムさんところのこちらの動画を見るといいぜ。燃焼タイプのイン攻撃型で、クリティカル攻撃力サポートが充実しているのでめちゃくちゃ相性がいい。L1 で陰謀デバフで殴れる燃焼イン攻タイプとは有能だ。しかもなんと L1 にもかかわらず霊力回復にを持っているんだ。最近の超フェスでさえも獲得が難しい2ブーストを持っているの？今まで1ターン目からフルブーストをかけられる L1 キャラは存在しなかったんだが、この腕河川はその常識を突破してきたんだ。またブレイクも2ターンで4から6枚とフェスゲンならかなり高いクラスの性能。またクリティカル攻撃力が高いのに妖怪特攻を持っていて、火力は文句なしなのでめっちゃ強いぜ。冒頭でも言ったようにこれだけ強いにもかかわらず、すでに型落ちしていて再 A まで獲得できるのでまだ持っていない方は獲得しておこう。続いて紹介する、最新版初心者さんおすすめキャラは工場からソンビテンだぜ。元気な足でしごかれたいっす。ビテンちゃんは言わずもがな原作最新作のキャラで最新の工場キャラクターだぜ。まだ今では獲得できないけど、エピックなどのガチャにはラインナップに入っていますよ。また彼女の素晴らしいポイントは圧倒的攻撃力ステータス。なんと工場にもかかわらず1700という支援エピック並みのパワーを持っているんだ。工場で1700って高すぎじゃないの？ 4.5 周年のエピックで攻撃式のあやさん見習ってほしいわ。これはただの不遇です。工場は今まで高くても1550とかだったんだがエピックと変わらないぐらい高いよ。能力は有利属性にダメージ増加を持ち、グレーズで味方全体のインコを上げれるというサポートができるぜ。能力もかなり優秀ですね。後で紹介するけど、弱点を狙いやすい属性持ちなので相性いいぜ。スキルは初期ターン3ブーストができる2ではないものの 1.5 と工場ではナンバー1クラスの霊力回復を持ち、クリティカル攻撃力アップ、味方全体のクリティカル命中率アップと技巧式らしいバフをかけられるぜ。能力でできるけど、インコアップがないのはちょっと惜しいね。特性で毎ターン結界回復ができる可能性があるけど、ただ相手全体のクリティカル防御3段階ダウンという高品質なデバフも行えれるぜ。また帯電付与も行えれるので命中率も高くなり、相手のターンを減らすことも可能。ビテンが帯電なのは森谷一家が帯電持ちだからだろうね。そしてビテンちゃんはなんと工場なのにしっかりとブレイクが可能。先ほども言ったように帯電付与2枚、全体スペルで全体の2枚付与することができちゃう。なので超フェスレベルのブレイクが可能なんだ。4枚はめちゃくちゃ優秀だ。しかも燃焼付与もできるのでデバフ効果も乗るぜ。またクリティカルも狙いやすい。相手のクリティカル回避を下げつつ、自身のクリティカル攻撃力を2段階アップ。しかも、ビテンは工場と思えないほどに特攻範囲が広い。さすがに幻想郷特攻や妖怪特攻みたいなものはないがそれに次ぐ範囲の広い妖獣と妖怪の山特攻があるんだ。どっちも妖怪特攻に次ぐ範囲で実質妖怪特攻だ。クリティカル攻撃力アップが得意で、特攻範囲が広いのはめちゃくちゃ強いですね。インコーバフの少なさをカバーできますよ。ぶっちゃけインコーサポーターは結構おるから特攻範囲が広いのとクリティカル火力上げれる方が優秀だろうしな。また属性は土、金、火属性という構成で弱点もつきやすいのも魅力だぜ。単体スペカはデバフが行えれて、一応ブレイクもでき、霊力回復があるので、初期ターンこちらを打っておくといいだろう。霊力回復もちゃんとできるのは優秀だ。さらにラスワはとんでもない。ビテンのラスワは工場なのに 120% の残裂弾を持っているので、かなりの火力を出せるんだ。昔のレリック負けてます。そして、なんと先ほど紹介した実質妖怪特攻に加えて幻想郷特攻が入るぜ。工場で幻想郷特攻っても足せていいの？これで探すのが困難なぐらい特攻範囲が広く、圧倒的ダメージが行えれるよ。一応こちらでもブレイクができるので、他のキャラの余った結界ブレイクやスキルでまた巻いてブレイクもできるよ。ビテンはインコーバフは少ないけど霊力回復も得意で、ブレイク力は一級品、広い特攻持ちで火力も高く、サポート性能も優秀なので扱いやすさはピカイチって感じだね。工場キャラなら間違いなくナンバーワンの性能であり、冗談抜きで昔のレリックといい勝負できる性能だぜ。なんといっても腕河川もビテンも限界突破素材が非常に入手が楽なので育てやすいから初心者さんは特に作っておくといいぜ。次
次はフェスを飛ばして超フェスから一人紹介するよ。フェスは扱いにくいし、入手が現在困難すぎますからね。超フェスで初心者さんのおすすめキャラはロリカナコだぜ。ちなみに全く接待ではございません。2024年最強の超フェスはこのカナコ様と言えるほど優秀だ。そんなにも強いの？マジで超越しているんだ。式は支援式なんだがステータスはエピック超えの陽光1900という高水準ステータスを与えられているんだ。最近のエピックでも1600から1850がザラな中1900はすごいよ。そしてこのキャラの筆頭すべきポイントが、オプガル味方全体の陽光10段階アップ。これがヤバすぎる。スキルで4段階アップ、スペルカードで4段階アップ。さらに能力で2つブーストすれば10までたどり着くんだよ。しかもファスト持ちなので戦闘で攻撃できるため、ちゃんと全員20段階アップを渡せるじゃん。つまり1ターンで味方の陽光を4倍にしてくれると考えるとその異常さがわかるだろう。わけわからんほど強いな。このように超フェスという高コスパキャラなのに、1ターンで陽光を10段階アップが可能なんだ。超フェスの限界突破はよく配布されるので入手も楽だから限界突破しやすくて初心者さんは特に嬉しいですわ。しかも持続ターンもヤバくてスキルの方は4ターンというやっちゃってるぐらい長い。4ターンも持続が可能なの？なので高難易度コンテンツにもめちゃくちゃ向いているんだ。私も長期戦になる高難易度チャレンジに持っていって、活躍してくれたぜ。で、属性は一番欲しい木属性が得意なキャラ。木属性の弱点付与可能なレリックユユコと相性いいじゃん。しかもレリックユユコは防御デバフが得意なんだけど陽光アップが非常に不得意なので、このちゃんかな様と相性が良すぎるんだぜ。さらに陽光アップだけかと思いきや味方全体のクリティカル攻撃を4段階アップ 3T を持っていて、スキルと全体スペカで霊力配布も可能。単体スペカなら結界増加という支援式の鏡のようなキャラなんだ。器用すぎでしょ。超フェスなのに1ターンで自身の霊力 3.5 まで持っていけるところから他の超フェスと一線を画していますよ。特に最近の超フェスは 1.5 止まりで扱いづらくなってるからな。ちなみに自身の霊力 1.5 回復は3ターンで回せます。完全に接待されてるやん。ロスは運営にだいぶカナコ様好きが潜んでいるね。ロスワって結構カナコ様ゲーなところあるからね。禁止以外はこのキャラで大体が完結しているのでこの子を入れておくだけでめちゃくちゃ楽だぜ。火力もステータスが高いし、属性と弾質が一致しているし、クリティカルも出しやすいしで思った3倍増しで出してくれるから強いよ。まあ自身も陽光10段階アップしてるわけだから、弱いわけないよね。欠点を上げるならブレイクが1ターンに3枚までしかできないってところだな。これに関しても超フェスで言うと波程度なんだけどね。という感じで、ちゃんかな様は全然福袋お祈りで優先して狙っていっていいレベルでおすすめ。レリックユユコとか白フェスサナエとか、とにかく優秀なキャラと相性がいいし息が長いので確実にゲットした方がいいね。とにかく楽に陽光を強化してくれるし、育成コスパ抜群だから持っておくといいよ。さすがは風神6の6面ボスですよ。これで人気投票74位はもったいないぜ。もはやロリカナコ様って赤くてかっこよくて、妹属性。実質学生人気1位フランドールでしょ。いやそうはならんやろ。続いてエクストラフェスから実りすぎた秋実り子だぜ。4.5 周年中に出た最近のキャラです。このキャラクターは高難易度系にめちゃくちゃ強いキャラなんだ。この子がいると、だいぶ楽になるステージが多くなるんだよ。へえ、それはどうしてなの？なぜならブレイク力がダントツで歴代ナンバーワンだから。エピックレリックなど超えてナンバーワンだと？スキルからしてかなり異常なんだ。これを見てくれ。なんとスキル1と2は2つの結界を貼り付けるというものだ。なんじゃこりゃ？こんなの見たことないぞ。まさにブレイク専用機みたいなスキル構成なんだ。さらにスペルカードも見てください。どちらも全体スペルカードとなっているんだ。もう全体ブレイクやる気満々だ。そう、スペルカード1は毒のブレイクが可能1ターンで最大8枚、2ターンで11枚割ることが可能。いやいやもうすでにブレイク性能トップクラスじゃん。なのにもう一つのスペカもブレイクできるんでしょう？その通りで、スペルカードには帯電ブレイクが可能で1ターンに8枚、2ターンに11枚割りが可能です。一人だけ別ゲーしてますやん。といったようにブレイク性能はエピックだろうがレリックだろうが余裕で超えているんだ。それ専門ですからね。なので高難易度ステージで非常に重宝するキャラなので初心者さんにおすすめ。また今後高難易度チャレンジとか出るはずだけど、結界枚数が多いのでこの実り子を入れておくとめちゃくちゃ楽でしょうね。そうそう、最近は高難易度系が流行っているので追い風なんだ。ブレイクについてよくわからないという方はとりあえずこの実り子入れておけば解決するので初心者さんにおすすめだぜ。そしてなんといってもですよ。実りすぎたバインバインのおっぱ。続いてレリックから初心者さんにおすすめのキャラを紹介するよ。まずはじめに紹介するのはレリックユユコだぜ。初心者さんおすすめ性能ですよ。このキャラの筆頭すべきポイントが、陽光唯一の弱点付与キャラ。なんと相手全体に木属性の弱点を付与することが可能。つまりどんなステージも適正にしてしまうというとんでもスキルです。特にブレイクが必須なコウマ島や、ブレイクがないフクレイなんかとも相性がいいスキルで重宝されているんだ。このスキルを貼り付けて最大火力で殴れば簡単に相手が解けるという脳死でも最強スキルだから初
心者さんは特に欲しいスキルです。また木属性は優秀なキャラが多く水着ゆゆ子や桜小石など強力なキャラが多いため編成も楽しいしね。しかし調整されている部分もあり陽光バフ量が極端に少なめに設定されているんだ。なので火力バフは他のキャラに任せることになるのね。なのでさっき紹介したように木属性の超フェスカナコの陽光10段階アップと相性がいいんだ。しかしその他の性能はレリックでも最上級クラス。このゆゆ子はスキルやスペルカードで相手の要望でバフが行えて、しかもスキル1なんかで相手全体に結界以上毒切りを3枚付与が可能。そうか、毒切りはスリップダメージだけではなくて相手の要望量を下げる効果もあるんだ。なので超絶的なデバッファーでもあるのよ。さらにブレイク性能はかぐやと違って弱点付与がブレイクと両立できない関係性になっていないので 2T で7枚のブレイクもできるんだ。また全体スペカは特攻は狭いがクリティカル率が高い&全バレットに共通特攻弾、倍率の高い残裂弾と硬質弾を用い火力を出せるんだ。ラスはもかなりの火力を出してくれるのでめっちゃ強いよ。刀なんて使わなくとも殺せるのにこの火力、高難易度ステージで属性チェンジされてもゆゆ子がいれば弱点付与で対策ができるので必須になってきますよ。なんといっても初心者さんは特にキャラ数が少ないので木属性が揃っていれば相性が悪いステージでもこのスキルでゴリ押しが可能なのでとりあえず最初はレリックゆゆ子を取るといいぜ。ちなみに私はレリックゆゆ子で2回爆死してまだ手に入れられていません。どうやらゆゆ子様に死を操られたようです。次におすすめなのはレリック河川だぜ。あまりにも有名なので初心者さんでも知ってると思うけど、ロスワの本当の主人公で全然違いますよ。ある意味ではロスワの主人公で、今年の高難易度をいくつも破壊してきました。なぜこの河川がそこまで重宝されているのかというと、史上初にして最大級のダメージ増加部を持っていること。スキル3で味方全体に 20%× 残存霊力に応じた倍率のダメージ増加という史上初の補正をかけられるんだ。つまり霊力を余らせれば余らせるほどダメージ増加させることができるのね。一見条件が厳しく見えるが、この河川はスキルに2つの霊力回復スキルを持ち、スペルカードには全て霊力回復が可能。しかもスペルカードでさえも、単体で 1.7 回復、スペルカード2で霊力1全体回復が可能なんだ。このように1ターン使えば確実に霊力最大の霊力5までたどり着けるし、編成次第ではバトル開始時に霊力最大5までいけるかもしれない。となるとかける 20% ってことは 100% アップ。つまりダメージが2倍の増加する。これが3ターン持続もするのでめちゃ強い。ダメージ増加系は陽光のように上限がないのでレリックパチュリーと組み合わせて4倍もできるから強いのよね。さらに陽光とか陰光関係がないのでレリック河川は陰光タイプだけど陽光編成に連れて行っても OK。現に高難易度チャレンジでは陽光編成が強かったけど、河川は入れている方が多かったです。その他性能面も優れていて陰光1931とそこそこ高く、ちゃんと燃焼が負けるという、有能っぷり。このステータス配分、謎すぎ。ブレイクに関しても1ターン6枚割りなので十分すぎる性能だな。このように、霊力回復と圧倒的ダメージアップが得意なキャラなので永遠戦線も使用率が高すぎた。ほんとどこに連れて行っても大活躍だわ。また特攻の範囲に関しては一つ一つが広いわけではないけど数が多いので何かしらで当たることは多いと思うぜ。また敵全体に確率だけどスタン付与という高難易度にめちゃくちゃ有効な状態以上も使えて強い。これ全体スペルカードで使えるので全体に高確率スタンを2回使えるわけだから鬼すぎですよ。このようにスペックは最上級かつ、覇権を握るスキルを持っていることから今のところ白フェスを除けば最強は誰かと聞かれたら間違いなくこのレリック河川だな。ポケモンでいうところのガブリアス的な存在なので初心者だろうが上級者だろうが使いたいキャラなので手に入れておこう。続いてエピックから初心者さんにおすすめのキャラを紹介するよ。まずはじめに紹介するのはエピック水着ゆかりだぜ。また前回の永遠戦線でも壊してくれました。まずこの水着ゆかりんの良さは攻撃支援が得意で能力なんかでも、ブースト使用時、味方全体の陽光を1段階アップ 1T グレイズ使用時、味方全体のクリティカル攻撃を1段階アップ 1T といったように欲しい火力バフを支援することが可能。スキルも欲しい要素をきっちり持っていて、例えばスキル1では、味方全体の体力を 80% 回復、味方全体の禁止状態、強さ低下を1つ回復、味方全体の霊力を1上昇、といったように、味方の回復に加えて禁止解除、さらに霊力アップもできるんだ。回復、霊力回復と禁止解除ができるのは高難易度にもってこいのキャラですよ。スキルには情報修正で陽光4段階アップができるようになり、クリティカル攻撃力3段階アップも可能。またスキル3でも禁止解除ができるんだ。これが今でも水着ゆかりんが使われている理由の最大のポイント。高難易度ではゲージ飛ばしブースト禁止とか、スペル禁止が行われる。しかしゆかりならば2つの禁止解除があるので1本目と2本目使い分けができるので非常に楽に解除できるんだ。これが超フェス稲葉帝と水着ゆかりが禁止解除枠で未だに使われる理由でしたよね。詳しく知りたい方は後でこちらの歴代派遣を握ったスキル
ルを見てください。基本的には圧倒的体力結界回復能力と継続して強烈なバフを維持できることを活かして、コウマ島などではメインタンクメイン火力として使えれるんだ。火力に関しては全体スペカ 200% 高出弾と妖怪特攻を初段から持っていて強いぜ。ロスはも初期エピックなのに 175%、185% の高出弾を初段含め4バレット持つためそれなりにいい火力が出るよ。ただ古いキャラなだけあり、単体ブレイクしかできないことや、スキルで味方の結界異常を直してしまうというデメリットもあるので注意。最近のキャラは結界異常でバフをかけるのが主流なので直してしまうのはむしろデメリットなのよね。と入ってもスキルで2つの禁止持ちは貴重だし、陽光を1ターンで9段階まで上げれるからめちゃくちゃに強い。そりゃあ、今でも使われるわけですわ。ゆかり様のサイコさんの隙間。次の神隠しはあなたで間違いないでしょう。ラストに紹介するのはエピックアリスマーガトロイドだぜ。4.5 周年の目玉キャラクターで登場したキャラですね。結論から言うと、陰行版の役もゆかりだぜ。今まで陰行で禁止解除のスキルを2つ持っているキャラがいなかったんだ。というか今現在もいないんだけど、それの代わりとなり得るスキルを持っているキャラなんだ。なんとこのアリスは再使用ターン2ターンで使える禁止解除を持っているんだぜ。禁止解除は普通5ターン後とかが定番の中で2ターンで回せれるのは破格だわ。そうそう。しかしスキル2つに禁止解除を持つ水着ゆかりや超フェステイに比べて初期ターンでゲージを飛ばした場合1ターン待たないといけないのと、2つの禁止を縛られた場合はもう1ターン待たないといけないというおとりはあるんだよ。その代わりスペルカードでも禁止解除はできるのでスペルカードを1つ潰して解除はできるぜ。そしたらその次のターンにはまた禁止解除できるわけだからほぼこの2人の陰行版ですな。ああ、私も永遠戦線で使ってみたが思った以上に使いやすかったよ。さらに他の2人は単体ブレイクしかできないんだが、全体ブレイクができる。まあ調整されて2ターンに4枚止まりなんだがな。その他陰謀の支援ができたり結界増加も2ターンで使えたり高難易度にかなりもってこいなキャラだぜ。ただゆかりに比べて霊力配布が弱かったり攻撃力バフがそこそこなどところどころ劣るところがあるね。まあゆかり様は情報修正もらったりしているからね。でも陰行の中ではナンバー1の禁止解除マスターなのは間違いないぜ。陰行燃焼タイプなのでレリック河川なんかとも相性いいし、この子は持っといた方がいいわ。禁止解除は何ぼあってもいいですからね。さて以上が初心者おすすめキャラだぜ。これは福袋お祈りの参考になったよ。ああ、今回紹介したキャラは比較的新しめのキャラが多いので持っていない人も多いから福袋お祈りの参考にするといいよ。もし少しでも役に立ったと思ったらコメントまたは高評価だけでもよろしくお願いします。また新年に起こることと準備要素についても紹介しているので見に行ってみてくれよな。さて、今回はここまで。もし少しでも役に立ったと思ったらコメント、高評価だけでもよろしくお願いします。また新年の立ち回り方についても解説しているので気になる方はこちらを見ていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。